レッスン1、比較サイトで格安航空券を探す。アンナさん、こんにちは。比較サイトを使用して最も安いフライトを見つけることができます。こんにちは、ジョン。比較サイトは手頃な価格の旅行オプションを見つけるのに本当に役立ちます。これにより、様々な航空会社の価格を比較し、情報に基づいた決定を下すことができます。それは便利です。どの比較サイトがおすすめですか？人気のあるものには、スカイスキャナー、カヤック、Google フライトなどがあります。聞いたことがある彼らは正確で最新の情報を提供していますか？はい、航空会社や旅行代理店から直接データを収集し、信頼できる情報を確保しています。それは心強いですね。これらのウェブサイトを使用する際に注意すべき特定の機能はありますか？柔軟な日付オプションを探してください。旅行日を調整することで、より安いフライトを見つけるのに役立ちます。実際、柔軟性はフライト価格に大きな違いをもたらす可能性があります。乗り継ぎや手荷物手数料など、他の要因についてはどう乗り継ぎでしょうか？時間や手荷物許容量などの好みに基づいて検索結果をフィルタリングできます。これは特定のニーズに合わせて検索を調整するのに役立ちます。これらのウェブサイトを効果的に使用するためのヒントは他希にあ望する目りますか？的地に対して価格アラートを設定すると良いでしょう。これにより、価格が下がった時に通知が届きます。価格アラートはお得な情報を入手するための貴重なツールです。他に何か提案はありますか？検索するときは、必ずブラウザーのクッキーを消去するか、シークレットモードを使用してください。ウェブサイトによっては、ユーザーのアクティビティを追跡し、それに応じて価格を調整するこそれはとがあります。知らなかった。クッキーを消去するか、シークレットモードを使用すると、価格操作の可能性を回避できます。まさに、これらのステップを踏むことで、比較サイトを最大限に活用し、最も安いフライトを見つけることができます。これらの洞察を共有してくれてありがとう、ジョン。今後の旅行計画を立てるときには、これらのことをどういたし心まして、に留めておきアンナ。ます。お得なフライトを見つけるのに役立つことを願っています。感謝しています。旅行の夢をより手頃な価格にするために、比較サイトを利用する方法をご紹介します。乾杯、アンナ。私たちの冒険が、エキサイティングな目的地と手頃なフライトで満たされますように。絶対に、ジョン。お金をかけずに思い出に残る旅に出よう。確かに、アンナ。楽しい旅を。途中で一番を買い得品が見つかりますように。レッスンに初心者向けの写真撮影のコツ。アンナさん、こんにちは。写真は刺激的ですね。初心者向けのヒントはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。写真を始める際のヒントをいくつかご紹介します。私は聞きたくてたまらない。初心者向けの最初のコツは何ですか？まずは、お使いのカメラについて理解することから始めましょう。マニュアルを読み、設定を試してみて最ください。高のショットを撮影するには、カメラの機能を理解することが重要です。次のヒントは、構成に注意してください。3分割法を使って、様々な角度や視点で試してみてください。構図は写真のインパクトに大きな違いをもたらすことがあります。他に何か提案はありますか？照明は写真撮影において重要な役割を果たします。自然光を試して、露出補正などのテクニックを使って自然光をコントロールする方法をラ学びイティングを使いましょう。こなせば、写真のクオリティが格段に上がります。初心者は他に何に焦点を当てるべきですか？練習すれば完璧になります。
どこに行くにもカメラを持って行き、インスピレーションを与える瞬間を捉えましょう。練習すればするほど上達する。他に共有できるヒントはありますか？実験して間違いを犯すことを恐れないでください。フォトグラファーとして学び、成長するのは試行錯誤の繰り返しです。学習プロセスを取り入れることは不可欠です。アンナ、これらの貴重なヒントをありがとう。どういたしまして、ジョンエキサイティングな写真撮影の旅を始める手助けになれば幸いです。それはありがたいです。これらのヒントを実践して、写真撮影のスキルを向上させたいと思っています。素晴らしいショットが撮れることは間違いありません。プロセスを楽しみ、楽しむことを忘れないでください。絶対に、アンナ。写真の楽しみは、瞬間を捉え、創造性を表現することにあります。よく言ったよ。ジョン写真という芸術を取り入れ、身の回りの世界の美しさを捉えることです。乾杯、アンナ。私たちの写真が物語を語り、他の人の共感を呼ぶ感情を呼び起こしますように。確かに、ジョン。これからも独自の視点で世界を探検し、捉えていきましょう。レッスン3、服の色と質感の評価。こんにちは、アンナ。このシャツはいい色です。これについてどう思いますか？こんにちは、ジョン。いいけど、もう片方の方が柔らかく見える。では、見た目が柔らかいので他のシャツの方が好きですか？はい、他のシャツの質感の方が魅力的だと思います。なるほど。実際、質感は服の感触や見た目に違いをもたらすことがあります。他に気づいたことはありますか1枚目のシャツの色は鮮やかですが、2枚目のシャツはより微妙な色調です。微妙な色調は、異なる美的感覚を与えることができます。色がいかに様々なムードを呼び起こすのか興味深いです。絶対に。服を選ぶときは、服の全体的な見た目と感触を考慮することが重要です。同意した。色と質感の両方が全体的な魅力とスタイルに貢献しています。最終的には、個人の好みやファッションを通して自分をどのように表現したいかにかかっています。それは本当です。ファッションは私たちのユニークなテイストや個性をアピールしてくれます。間違いなく。様々な色や質感が様々なファッションステートメントを生み出すことができるのは魅力的です。それは一言も言わずに自分自身を表現し、声明を出すためのクリエイティブな方法です。ファッションはまさに非言語コミュニケーションの一形態です。ファッションは私たちが誰であるかについて多くのことを語ってくれます。衣類の色や質感の評価についてご意見をいただき、ありがとうございます。どういたしまして、ジョンファッションやパーソナルスタイルのニュアンスについて話すのはいつも面白いです。確かに、私たちが着る服や選ぶ色を通して、私たちの個性を受け入れることが大切なのです。おめでとう。ジョンファッションの選択にいつも喜びと自信を見出せますように。絶対に、アンナ。これからも私たちの心に響く様々な色や質感を探求し、実験していきましょう。教訓4、ポジティブな変化を提唱する。アンナさん、こんにちは。ポジティブな変化を提唱する役割を果たしたいと思っています。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。具体的にどのようなアクションを考えていますか？私たちが直面している課題をよりよく理解するために、重要な社会問題について自分自身を教育するつもりです。教育は素晴らしい出発点です。
情報に基づいた意思決定を行い、有意義な行動をとることができるようになります。また、他の人と会話をして、オープンな対話と共感を促したいと思っています。有意義な会話は、理解を深め、異なる視点間のギャップを埋めることができます。私は集団行動の力を信じているので、地域コミュニティのイニシアチブに参加したり支援したりする方法を模索しています。コミュニティの取り組みに参加することは、草の根レベルで前向きな変化を生み出す素晴らしい方法です。さらに、自分の声とプラットフォームを使って、自分にとって重要な問題についての意識を高めたいと思っています。あなたの声は、他の人を鼓舞し、影響を与える可能性があります。変化をもたらす強力なツールです。また、寄付やボランティアを通じて、自分の価値観に合った組織や活動を支援することも検討しています。組織を財政的に支援したり、時間をかけて支援したりすることは、組織の業務に大きな影響を与える可能性最後に、があります。私は継続的に自分自身を教育し、時事問題や社会問題について常に情報を得たいと思っています。十分な情報を得ることで、アドボカシー活動への関与を維持し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。力を合わせて、個々の行動を通じて、より包摂的で公正な社会に貢献することができます。これ以上同意できないわ、ジョン。行動を起こし、進歩の担い手になることで、ポジティブな変化を促しましょう。よく言った、アナ。私たちの周りの世界に変化をもたらし、ポジティブな影響を残すことを目指しています。おめでとう、ジョン。私たちの共同の努力が、すべての人にとってより明るく、より公平な未来を作りますように。確かに、アンナ。一歩ずつ、前向きな変化を提唱し続けましょレッスン5、クリエイティブな手段を通して自分を表現する。アンナさん、こんにちは。最近、様々なクリエイティブな手段を追求していることに気づきました。さて、続けてください。自分を表現する素晴らしい方法です。こんにちは、ジョン。励ましてくれてありがとう。創作活動に携わることが本当にやりがいを感じています。あなたの作品を見たことがありますが、印象的です。自分をクリエイティブに表現したいと思うきっかけは何ですか？日常生活、自然、そして私を形作る感情や経験からインスピレーションを得ています。アートがこんなにユニークでパワフルな方法で感情を捉え、伝えることができるのは驚くべきことです。絶対に。言葉だけでは表現しにくい思いや気持ちを伝えることができます。クリエイティブなアウトレットがいかに自由感と自己表現を与えてくれるかがわかります。他に経験したメリットはありますか？クリエイティブな活動に参加することで、リラックスしたり、ストレスを軽減したり、心の安らぎを得たりすることができます。それは素晴らしいです。創造性を追求することは、私たちの全体的な幸福感に確かにプラスの影響を与えます。間違いなく。それは魂に栄養を与え、日常生活に喜びをもたらすセルフケアの一形態です。充実感をもたらす何かを見つけてよかったです。創造性を探求したいと思っている人に何かアドバイスはありますか？私のアドバイスは、あなたが本当に興味を持ち、情熱を注いでいることから始めることです。好奇心を導きましょう。それは貴重なヒントです。本当に意味のあるものを生み出す原動力は、多くの場合、情熱です。また、実験したり、間違いを犯したり、そこから学ぶことを恐れないでください。成長と発見のプロセスを受け入れてください。学習プロセスを取り入れることが重要です。アンナ、これらの洞察を共有していただきありがとうございます。
どういたしまして、ジョン。他の人が自分のクリエイティブな可能性を探求するきっかけになれば幸いです。きっとそうなるでしょう。クリエイティブな手段を取り入れ、自己表現に喜びを見出すことです。おめでとう、ジョン。これからもクリエイティブな精神を育み、他の人たちにインスピレーションを与え続けられますように。絶対に、アンナ。創造性の素晴らしい世界を通して、これからも探求し、表現していきましょレッスン6、ホテルへのシャトルサービスの探索。う。アンナさん、こんにちは。新しいシャトルサービスが利用可能だと聞きました。それは素晴らしい。すべてのホテルへの直通シャトルですか？こんにちは、ジョン。はい、地域の様々なホテルへの交通手段を提供する便利な直通シャトルサービスです。それは素晴らしいニュースです。そうすれば、訪問者や観光客の旅行がずっと楽になるでしょう。絶対に。交通手段を探したり、公共交通機関をナビゲートしたりする手間が省けます。シャトルが特定の時間に運行しているのか、それとも終日利用可能なのか知っていますか？シャトルサービスは定期的に運行しており、通常は旅行のピーク時に運行しており、定期的に送迎を行っています。それは知っておくと良いことです。これにより、ゲストは安心してシャトルを利用できるようになります。はい。また、特にその地域に不慣れな人にとっては、信頼感と安心感が得られます。このサービスは、重い荷物を持っている人や特別な移動が必要な人に特に役立つと思います。間違いなく。シャトルサービスは、快適な旅をするための様々な乗客の要件に対応することを目的としています。それは資料深い。旅行者の多様なニーズを考慮してこのサービスを提供してくれて嬉しいです。これは、ホテルゲストの全体的な体験を向上させるという彼らのコミットメントを示しています。シャトルサービスの利用に伴う追加費用はかかりますか？それともホテル滞在に含まれていますか？シャトルサービスは通常、ホテルにご宿泊のお客様には無料で提供され、便利で費用対効果の高い交通手段となります。これはゲストにとって大きな付加価値です。これにより、ホテルでの滞在がより一層魅力的になります。絶対に。これは、訪問者の全体的な体験と満足度を高める要因の一つです。この情報を、この地域を訪れる予定の友人や家族と共有できることを嬉しく思います。ダイレクトシャトルサービスの便利さと使いやすさをきっと気に入るはずです。これらの詳細を共有していただきありがとうございます、アンナ。ホテルにご宿泊のお客様には、信頼できる交通手段があることを知っておくと便利です。どういたしまして、ジョン。役に立つ情報を共有するのはいつも楽しいことです。手間のかからない旅行とホテルでの楽しい滞在をご紹介します。乾杯、アンナ。シャトルサービスがすべてのホテルゲストにシームレスな体験に貢献しますように。教訓7、限られた予算で5つ星ホテルの価値を最大化する。アンナさん、こんにちは。5つ星ホテルに泊まりますが、予算が限られています。何か提案は？こんにちは、ジョン。予算が限られていても、5つ星ホテルの価値を最大化する方法はいくつかあります。いくつかのオプションを見てみましょう。それは素晴らしいことです。それでも余計な出費をせずに、贅沢とアメニティを体験したいです。一つの選択肢は、オフピークシーズンまたは平日に予約することを検討することです。
このような時期には、ホテルでは低価格で提供されるこオフピーとがよク時に予くあります。約するのが理にかなっています。潜在的な割引を利用するために、そのことを念頭に置いておきます。別の戦略は、特別なプロモーションやパッケージを探すことです。ホテルでは、特定の予約に対して割引料金や追加特典が提供されている場合がそれはいいあります。考えだ。利用できるプロモーションについては、ホテルのウェブサイトを確認するか、ホテルに直接連絡します。さらに、5つ星ホテルの割引料金を提供する旅行ウェブサイトまたはオンラインプラットフォームからの予約を検討することもできます。これらのプラットフォームについて調べます。うまくいけば、予算内に収まるお買い得品が見つかるでしょロイヤルティプログラムやホテルのメンバーシップも検討する価値があります。限定割引や特典を提供することもできます。う。ホテルにロイヤルティプログラムがあるかどうか、または滞在費を節約するのに役立つメンバーシップがあるかどうかを確認します。最後に、遠慮なくホテルで交渉したり、アップグレードを依頼したりしてください。場合によっては、予算内で喜んで対応してくれることもあります。アップグレードの交渉やリクエストは、私が考えていなかったことです。うまくいくか試してみます。試してみる価値はあります。このような状況では、礼儀正しく友好的であることが大いに役立つことを忘れないでください。アンナ、これらの貴重なヒントをありがとう。高級感と手頃な価格のバランスを見つけることに自信が持てました。どういたしまして、ジョン予算に負担をかけずに、この5つ星ホテルでの思い出に残る滞在を楽しんでいただければ幸いです。ご指導ありがとうございます。滞在中に豪華さと価値の完璧な組み合わせを見つけるのがコツです。おめでとう、ジョン。限られた予算内に滞在しながら、5つ星ホテルで楽しい体験ができますように。ありがとう、アナ。余計な出費をすることなく、滞在を最大限に活用し、アメニティを楽しむつもりです。レッスン8、料理における創造性の探求。アンナさん、こんにちは。最近、料理でもっとクリエイティブになろうとしています。何か提案は？こんにちは、ジョン。それは嬉しいよ。料理の創造性を高めるのに役立つアイデアをいくつかご紹介します。新しいテクニックやフレーバーの組み合わせを学ぶことにワクワクしています。どんなものがおすすめですか？創造性を発揮する一つの方法は、様々なスパイスやハーブを試すことです。料理の味を変えることができます。それは面白そうですね。特におすすめのスパイスやハーブはありますか？まず、クミン、パプリカ、ターメリック、ローズマリー、バジルなど、様々な選択肢があります。食事に深みと複雑さを加えることができます。その香辛料は必ず買いだめしておきます。いろいろな組み合わせを試してみるのも楽しいでしょもう一つのアイデアは、各国料理を探求することです。それぞれの文化には独自の味と技法があり、それを料理に取り入れることができます。う。それは素晴らしい提案です。世界各地のレシピを試すことで、料理の視野を広げることができます。絶対に新しいフレーバーを発見し、料理のレパートリーを広げる素晴らしい方法です。特におすすめの各国料理はありますか？イタリア料理、タイ料理、メキシコ料理、インド料理、日本料理など人気があり多様なオプションもあります。幅広い種類の味や料理を楽しめます。それらの料理のレシピを調べます。新しい味を私の食卓にもたらすのはワクワクするよ。
さらに、既存のレシピを変更したり、独自のバリエーションを作成したりすることを恐れないでください。料理は芸術であり、すべての料理に独自のタッチを加えることができます。レシピの修正はあまり試したことがありません。実験をはじめ、料理に自分なりのひねりを加えていきます。最後に、創造的に料理を盛り付けることを検討してください。プレゼンテーションは食事体験を向上させ、食事をより視覚的に魅力的にすることができます。創造的にメッキするのは素晴らしいアイデアです。自分の料理が味と同じくらい美味しく見えるように、プレゼンテーションのスキルを向上させることに取り組んでいきます。料理とは、プロセスを楽しみ、創造性を発揮させることがすべてであることを忘れないでください。楽しんでくださいね。アンナ、これらの素晴らしい提案をありがとう。自分の料理を新たな高みへと導こうというインスピレーションを感じています。どういたしまして、ジョン料理の創造性を生かして、美味しくてユニークな料理を作る喜びを味わってください。ご支援に感謝します。新しい味や技法を探求し、料理の芸術を楽しみましょおめでとう、ジョン。楽しい味と満足のいく創作料理があなたのお食事の冒険にあふれますように。ありがとう、アナ。私が作るすべての料理に創造性を吹き込むようにするよ。レッスン9、おすすめと本のディスカッション。アンナさん、こんにちは。おすすめの本が必要です。私は本について話し合うのが大好きです。何か提案は？こんにちは、ジョン。喜んで君に本を推薦するよ。どんなジャンルやテーマが好きですか？いろんなジャンルにオープンだけど、ミステリーや冒険に傾いている。何か本を考えていることはありますか？興味をそそるかもしれない本の一つは、ダン・ブラウンのダ・ヴィンチコードです。ミステリー、歴史、冒険を組み合わせたものです。ダ・ヴィンチコードは興味をそそられます。それについては良い話を聞いたことがある。それを読書リストに追加するよ。もう一つのおすすめは、スティーグ・ラーソンのドラゴンタトゥーの少女です。興味をそそるキャラクターが登場する魅力的なスリラーです。その本のことも聞いたことがある。それは魅惑的な読み物のようだ。絶対にチェックしてみます。クラシックなアドベンチャーを探しているなら、ロバート・ルイス・スティーブンソンのトレジャーアイランドは時代を超越した選択肢です。トレジャーアイランドは確かにクラシックです。あの冒険的な物語をもう一度見てみよう。ご提案ありがとうございます。どういたしまして、ジョン。おすすめが面白いと思ってくれて嬉しいです。読んだらあなたの考えを教えてください。私がします。私はいつも本について話し合うのが楽しいので、将来、本について話すことができます。それは素晴らしいですね。本でのディスカッションを楽しみにしています。視点や洞察を共有することはいつも豊かになります。絶対に。本についての考えを共有することで、文学に対する理解と理解を広げることができます。読書を楽しんでください、ジョン。これらの推奨事項が何時間も魅力的なストーリーテリングにつながることを願っています。ありがとう、アナ。ご協力に感謝します。新しい世界を発見し、有意義な本の議論に参加しましょう。おめでとう、ジョン。読書の冒険が興奮と示唆に富む物語でいっぱいになりますように。ありがとう、アナ。これらの本に没頭して、今後の会話を楽しみにしています。レッスン10、適切な余熱でサクサクのピザ聖地を作る。
アンナさん、こんにちは。サクサクの皮を使った自家製ピザを作りたいです。何かコツは？こんにちは、ジョン。サクサクの皮を作るには、必ずオーブンを予熱し、ピザストーンの使用を検討してください。オーブンを予熱するのは理にかなっています。最良の結果を得るには、どの温度に設定すればよいですか？サクサクの皮を作るには、オーブンを下肢475から500度前後の高温に予熱することをお勧めします。ピ希望のザストーン歯ごたえがを使用出るように、すると、必ずオー熱をブンを高均等に温に設定分散ししておきます。て水分を吸ピザストー収ンはどう？し、よりサクサクした皮ができます。予熱中はオーブンに入れてください。それは素晴らしいアイディアだ。ピザストーンを用意して、クラストの食感を高め、均一に火が通るようにします。ピザを石の上に置く前に、オーブンと一緒に約30分間予熱します。これにより、石が適切に加熱されます。石が熱くなるのに十分な時間を与えるのを忘れないようにします。クリスピーな皮を作るにはとても重要です。ピザを焼く準備ができたら、ピザピールまたはパーチメント紙を使って予熱したピザストーンの上に移します。ピザを石の上に移すときは気をつけます。ピール紙やクッキングシートを使うと楽になるはずだ。高温になると通常よりも早く調理される可能性があるため、ピザを焼いている間はピザから目を離さないでください。それに応じて焼き時間を調ピザが整して焦げないようください。に注意深く監視します。焼き時間を調整することで、完璧に火が通るようになる。ピザが出来上がったら、ピザピールまたはオーブンミットを使ってオーブンから慎重に取り出します。少し冷ましてからスライスしてお召し上がりください。安全第一。適切な道具を使って熱いピザを扱い、少し冷ましてからスライスします。クリスピーな皮を使った自家製ピザをお楽しみください、ジョン。きっと美味しくなるよ。ありがとう、アナ。ご指導に感謝します。サクサクの皮が完璧な、食欲をそそるピザを作るコツです。おめでとう、ジョン。あなたのピザがサクサクした一口ごとに喜びをもたらし、美味しい料理になりますように。ありがとう、アナ。自家製ピザのサクサクの美味しさを味わうのが待ちきれません。レッスン11、一番下に署名してください。アンナ、一番下にサインしてください、アンナ。OK ジョン、ここにいるよ。ありがとう、アナ。あなたの署名は文書化のために重要です。わかるよ。ジョン同意または同意を明確に示す必要があります。絶対に、アンナ。署名することで、記載されている条件を理解し、同意したものとみなされます。それは理にかなっています、ジョン。これにより、明確さが保証され、将来の誤解を避けることができます。正確に、アンナ。私たちの合意や約束を明確に記録しておくのが一番です。同意するよ。ジョン。文書化は透明性と説明責任を維持する上で重要な役割を果たします。確かに、アンナ。それは信頼感を確立するのに役立ち、関係者全員が同じ認識を持つことを保証します。それは重要だ、ジョン。関係者全員にとって健全でプロフェッショナルな環境が育まれます。絶対に、アンナ。それは私たちの日常生活における誠実さとプロ意識を維持することの一部です。細部にまで気を配ってくれて感謝するよ、ジョン。徹底と適切な文書化へのあなたのコミットメントが現れています。ありがとう、アナ。
細部へのこだわりは人生のさまざまな面で非常に重要であり、私はそれを目指しています。どういたしまして、ジョン品質とプロ意識に対するあなたの献身は称賛に値します。素晴らしい仕事を続けてください。レッスン12、禁煙ルームの選択。アンナさん、こんにちは。旅行を計画していて、禁煙室を確保したいです。それを確実にする方法について何か提案はありますか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアだ。予約時には必ず禁煙ルームを明示的にリクエストしてください。それは完璧に聞こえます。予約時に禁煙ルームの希望を必ず明記しておきます。また、到着の数日前にホテルに直接電話して、禁煙ルームのリクエストを再確認することもできます。到着日が近づくと必ずホテルに電話して、禁煙ルームのリクエストを再確認して確認します。チェックイン時に禁煙ルームを希望していることをフロントデスクのスタッフに丁寧に伝えてください。お客様のリクエストにお依頼できるよう最善を尽くします。注目。チェックイン時にフロントデスクのスタッフに丁寧に伝え、禁煙ルームを希望していることを伝えます。また、ホテルの喫煙ポリシーを確認することもお勧めします。一部のホテルには喫煙エリアがあり、これを知っておくと不便を避けることができます。それは役に立つヒントです。快適な滞在ができるように、ホテルの喫煙ポリシーをよく理解しておきます。最後に、問題が発生した場合や、割り当てられた部屋に不満がある場合は、遠慮なくホテルのスタッフに連絡してください。彼らは通常、喜んで手伝い、必要な手配をします。それを心に留めておくよ。何か問題が生じた場合や、部屋に満足できない場合は、ホテルのスタッフに連絡して解決を図ります。これらの手順に従うことで、禁煙室を確保し、旅行中に快適な滞在を楽しむ機会が増えます。ありがとう、アナ。ご指導に感謝します。禁煙の環境と快適な滞在をお届けします。どういたしまして、ジョン清潔で清潔な禁煙室で素敵な旅を。ありがとう、アナ。手間のかからない楽しい体験を楽しみにしています。レッスン13、雇用創出と手頃な価格の医療に関する提案。アンナさん、こんにちは。雇用創出と手頃な価格の医療に関する最近の提案について聞いたことがありますか？どう思いますか？こんにちは、ジョン。はい、議論を見てきました。人々の幸福のためには、これらの問題に取り組むことが極めて重要です。同感です。経済成長と失業率の削減には、より多くの雇用機会を創出することが不可欠です。絶対に、個人、家族、地域社会にプラスの影響を与え、安定をもたらし、生計を改善することができます。手頃な価格の医療に関しては、誰もが経済的負担に直面することなく質の高い医療サービスを受けられるようにすることが重要です。これ以上は同意できませんでした。手頃な価格の医療により、個人は必要な治療や予防医療を受けることができ、全体的な健康を促進できます。提案は、収入や既存の条件に関係なく、すべての人にとって医療をより利用しやすく、手頃な価格にすることに焦点を当てるべきです。それが重要な側面です。手頃な価格に取り組み、対象範囲を拡大することで、より健康的で公平な社会を目指すことができます。また、これらの提案の持続可能性と、長期的にどのように効果的に実施できるかを検討することも不可欠です。
あなたの言う通りだ。こうした取り組みを成功させ、長続きさせるためには、包括的かつ持続可能なアプローチが必要です。雇用創出を促進し、手頃な価格の医療へのアクセスを改善することで、個人と社会全体のより良い未来に貢献することができます。確かに、これらの提案は前向きな変化をもたらし、多くの人々の生活を改善する可能性を秘めています。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。常に情報を入手し、日々の生活に影響する議論に参加することが重要です。どういたしまして、ジョン・これらの重要な事柄についてあなたと話し合うのはいつも楽しいです。引き続き情報を入手し、前向きな変化を提唱しましょう。絶対に、アンナ。力を合わせれば、すべての人の利益のために雇用創出と手頃な価格の医療を優先する社会に貢献できます。雇用機会が豊かで、誰もが利用しやすく、手頃な価格の医療を提供する未来を目指しています。乾杯、アンナ。私たちの共同の努力が、すべての人にとってより明るく、よりインクルーシブな未来につながりますように。レッスン14レジに向かい、リサイクルショップで見つけたものを受け入れる。アンナさん、こんにちは。今日、リサイクルショップで素晴らしいアイテムを見つけました。絶対にレジに行って支払いましょう。古着屋で見つけたものを見せびらかすのが待ちきれません。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。リサイクルショップはユニークで手頃な価格の商品の宝庫になり得ます。レジに行って購入を完了しましょう。私もあなたが何を見つけたか楽しみです。隠された宝石を発見し、愛されていたアイテムにセカンドライフを与えるのはいつも魅力的です。同感です。リサイクルショップで買い物をすると、他に類を見ない商品を見つけることができるだけでなく、廃棄物を減らして循環経済をサポートすることで持続可能性を促進できます。これは双方にメリットのある状況です。環境に配慮した選択をしながら、ワードローブの幅を広げることができます。それではレジに行きましょう。これらの商品を厳選し、手頃な価格のオプションを提供するリサイクルショップの努力に感謝の意を示すことが重要です。絶対に、アンナ。地元のリサイクルショップとその使命を支援することは、地域社会に貢献し、持続可能なファッションの実践を促進する素晴らしい方法です。さらに、これらのアイテムの背後にあるストーリーや、それらが私たちの個人的なスタイルに加えることができるユニークなタッチについて考えるのはエキサイティングです。古着屋で見つけたものにはそれぞれ独自の歴史と特徴があり、さらに特別で意味のあるものになっています。リサイクルショップで見つけたものを大切にし、他の人に中古ショッピングの素晴らしさを探求してもらいましょう。リサイクルショップで見つけたものを紹介し、持続可能なファッションの楽しさを他の人と分かち合うことを楽しみにしています。リサイクルショップのショッピングの世界を紹介してくれてありがとう、ジョン。楽しい経験になりました。どういたしまして、アンナ。楽しかったよ。これからも古着屋で見つけたものを取り入れ、意識的にファッションの選択をしていきましょう。古着屋での冒険からインスピレーションを得た、スタイリッシュで持続可能なファッションの選択肢に満ちた未来へ。乾杯、アンナ。私たちの古着屋で見つけたものが、持続可能なファッションの美しさを探求するきっかけになりますように。レッスン15、小さな町での滞在期間。アンナさん、こんにちは。最近近くの小さな町に引っ越したと聞きました。そこにどれくらい滞在しますか？こんにちは、ジョン。はい、この小さな町に引っ越しました。私の滞在については、少なくとも1年間はここにいる予定です。コミュニティに没頭し、町が提供するすべてのものを探索するのに十分な時間のように思えます。絶対に。
地元の人と知り合い、地元のアクティビティに参加して、小さな町生活の魅力を本当に体験したいです。より深いレベルの人々とつながり、コミュニティ内で永続的な関係を築く絶好の機会です。これ以上は同意できませんでした。小さな町には結束の固いコミュニティがあることが多く、滞在中もその一員になるのが楽しみです。これまでに町で面白い場所やアクティビティを発見しましたか？はい、すでにいくつかの隠された宝石を見つけました。近くには夜を過ごすのが好きな素敵な公園と、くつろぐのが大好きな趣のあるカフェがあります。それは素晴らしいですね。小さな町のシンプルさと静けさは、都会の喧騒に比べるとかなり爽快です。確かに、これは歓迎すべき気分転換であり、この小さな町でのゆっくりとした生活のリズムに感謝しています。それを聞いて嬉しいよ。あなたが落ち着くのを助けるために私にできることがあれば、または何か推奨事項が必要な場合は、遠慮なく連絡してください。ありがとう、ジョン。ご支援に感謝します。何か助けや提案が必要な場合は、必ずそのことを心に留めておきます。どういたしまして、アンナ。この小さな町にお隣さんとしてお会いできて嬉しいです。滞在中、思い出に残る充実した時間をお過ごしください。ありがとう、ジョン。ここでの時間を最大限に活用して、心に残る思い出を作れることにワクワクしています。すぐに追いついて、私たちの小さな町での経験を共有しましょう。あなたの小さな町での冒険についてもっと聞くのを楽しみにしています。気をつけて、滞在を楽しんでください。ありがとう、ジョン。こちらもよろしくお願いします。最新情報をお伝えします。またすぐにお会いしましょう。じゃあまたね。アンナ、気をつけて、小さな町の生活の素晴らしさをすべて楽しんでください。レッスン16、知識の力と気づきを通じて変化をもたらす。アンナさん、こんにちは。人生のあらゆる面で、知識は力だと信じています。私たちは意識を広めることで変化をもたらすことができます。こんにちは、ジョン。確かに、知識は私たちが世界を理解し、情報に基づいた意思決定を行う力を与えてくれます。気づくことで、私たちは前向きな変化を生み出すことができます。重要な問題に取り組み、社会の改善に貢献することができます。間違いなく。気づくことで、私たちは課題を認識し、解決策を特定し、有意義な影響を与えるための行動を取ることができます。知識を共有し、他の人にも常に最新情報を伝えるように促すことが重要です。力を合わせれば、ポジティブな変化に向けた取り組みを強化できます。これ以上は同意できませんでした。会話をしたり情報を共有したりすることで、共通の理解が深まり、進歩が促進されます。意識向上のための小さな一歩が、態度、行動、政策に大きな変化をもたらす可能性があります。それは本当です。私たちの行動は、どんなに小さなことでも波及効果を生み出し、他の人たちに参加を促す可能性があります。これからも自分自身を教育し、議論を重ね、私たちの価値観に合った大義を提唱していきましょう。絶対に。そうすることで、私たちはより情報豊かで思いやりのある社会に貢献することができます。知識には本当に人生を変え、個人や地域社会にプラスの影響を与える力があります。知識の力を受け入れ、気づきを通じて一歩ずつ変化を起こし続けましょう。知識で自分自身や他の人々に力を与え、気づきの文化を育むことで、私たちは一緒により良い未来を創造することができます。この洞察に満ちた会話をありがとう、ジョン。
私たちが変化をもたらす可能性について話し合うのは刺激的です。どういたしまして、アンナ。あなたと有意義な会話をするのはいつも楽しいことです。学び続け、成長し、ポジティブな影響を与えていきましょう。知識の力と気づきを通じて私たちがもたらすことができる変化についてです。より良い世界を目指して努力し続けますよ乾杯、うに。アンナ。私たちの共同の努力が前向きな変化を促し、すべての人に明るい未来を創造しますように。レッスン17、希少な収集品を探して。アンナさん、こんにちは。珍しい収集品がどこにあるか知っていますか？こんにちは、ジョン。コレクター向けのオンラインマーケットプレイスや専門店をチェックしてみましたか？オンラインでいくつか検索しましたが、あまりうまくいきませんでした。何か特におすすめはありますか？オークションのウェブサイトを探索したり、地元のアンティークフェアに参加したりすることをおすすめします。多くの場合、様々な収集品が揃っています。それはいい考えだ。私の住んでいる地域で近々開催されるオークションや見本市について調べてみます。願わくば、探していたレアなアイテムに出会えるといいですね。もう一つの選択肢は、コレクター専用のオンラインフォーラムまたはコミュニティに参加することです。彼らは貴重な洞察とつながりを提供して、希少なアイテムを見つけることそんなができることは考のです。えていなかった。仲間のコレクターと交流することは、私のネットワークを広げ、欲しいアイテムを見つけるチャンスを増やす素晴らしい方法です。間違いなく。多くの場合、コレクターは幅広い知識を持っており、特定のアイテムを見つける場所についてのガイダンスを提供したり、自分で手がかりをアンナ、提供し提案あたりするりがとうごこともでざいます。きます。私はこれらの道を探求し、私が探していた珍しい収集価値のあるアイテムを見つけることについて楽観的であり続けるつもりです。どういたしまして、ジョン検索の成功をお祈りします。喜びと満足をもたらすコレクターアイテムを見つけていただければ幸いです。アンナ、あなたのサポートに感謝します。進捗状況については随時更新します。もしかしたらいつの日か私の珍しい発見を君に見せることができるかもしれない。それは素晴らしいことだジョン。あなたの成功について聞いて、この珍しい収集品を直接見るのを楽しみにしています。アンナ、ありがとう。あなたの励ましは私にとって大きな意味があります。その捉えどころのないアイテムを探し出し、私のコレクションに大切なものにするために最善を尽くします。ジョン、あなたの決意を信じています。あなたの収集への情熱があなたをその珍しい発見に導いてくれると確信しています。幸運を祈アンナ、ります。私を信じてくれてありがとう。私は探し続けて希望を持ち続けます。ご支援ありがとうございます。ご多幸をお祈り申し上げます。レッスン18、二輪車に乗った自分、挑戦的でありながら充実した経験。アンナさん、こんにちは。最近、自分に挑戦して自転車の乗り方を学ぶことにしました。かなり大変な経験でしたが、達成感はそれだけの価値がありました。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。自転車の乗り方を学ぶのは難しいかもしれませんが、それは可能性と自由の全く新しい世界を切り開きます。確かに、アンナ。最初の段階は、バランスを取ったり、動きを調整したりするのに苦労していたので、少し神経をすり減らしました。そんな風に感じるのは全く普通のことだよ、ジョン。自転車に乗るには調整と練習が必要だが、時間が経つと自然に身につく。私は頑張って定期的に練習し、試すたびに徐々に自信がつきました。やっとスムーズに走れる感覚は爽快でした。想像できます。
自転車に乗ると、独特な自由感と独立感が生まれます。これにより、今までとは違った方法で周囲を探索し、楽しむことができます。絶対に、アンナ。近くのトレイルや公園を自転車で探索し始めて、いつものルーティンとは一味違います。サイクリングには、心血管のフィットネスの向上やスタミナの増加など、様々な健康上の利点もあります。アクティブでいられる素晴らしい方法です。それは私が感謝しているもう一つの側面です。自転車に乗ることで、アウトドアを楽しみながら身体活動を日常生活に取り入れることができます。ジョン、この新しい経験をどのように受け入れてくれたかを聞いて嬉しいです。これからも皆さんに喜びと充実感をもたらしてくれると確信しています。それは私にとって変革の旅でした。思い切って自転車の乗り方を学んでよかったです。君は自分を誇りに思うべきだ。ジョン、新しい挑戦を受け入れ、快適ゾーンから抜け出すことが、私たちが成長し、新しい情熱を発見する方法です。アンナ、これ以上同意できない。自分を奮い立たせ、新しいことに挑戦し続けることが大切です。他にどんなエキサイティングな冒険が待っているか誰が知っていますか？まさに、ジョン。人生には成長と自己発見の機会がいっぱいです。サイクリングに対するあなたの新たな愛があなたをどこへ連れて行くのか楽しみです。アンナさん、ご支援と励ましをありがとうございます。この旅に乗り出したことに感謝しています。そして、これからもサイクリングの冒険を皆さんと共有できることを楽しみにしています。どういたしまして、ジョン。私はあらゆる段階であなたを応援するためにここにいます。ペダルを漕ぎ続け、オープンロードの自由を楽しんでください。そうするよ。アンナ、素晴らしい友達になってくれて本当にありがとう。新しい経験に心を開いて、発見の喜びを引き続き受け入れましょう。絶対に、ジョン。もっとエキサイティングな冒険と個人の成長を目指しましょう。これからもたくさんの楽しい乗り物をお祈りします。乾杯、アンナ。親切な言葉とサポートをありがとう。すべての瞬間を最大限に活用して、旅を楽しみましょう。レッスン19、今後のさらなる議論を探る。アンナさん、こんにちは。話し合う素晴らしいアイデアがいくつかありましたが、次回はさらに掘り下げてみましょう。こんにちは、ジョン。それは興味をそそられるね。君の考えを聞きたがっているが、もっと深い議論のために取っておくのが賢明だ。私たちのトピックには、十分な注意と時間をかけて探求する価値があると思います。特定のセッションをそれらに捧げる方がより有益でしょう。絶対に、ジョン。これらの議論に時間を割くことで、詳細を掘り下げてより有意義な意見交換を行うことができます。アンナ、ご理解に感謝します。実りある会話をするためには、これらの話題に相応の注意を払うことが重要です。完全に同意するよ、ジョン。様々な視点やアイデアを徹底的に探求できるような焦点を絞った会話が不可欠です。次のディスカッションの時間を決めておきましょう。そうすれば、準備を整えて会話を最大限に活用できます。それは計画のようだ。ジョン。急いで調べなくても、それぞれのトピックに十分な時間を割り当てることができます。次の会話を楽しみにしています。これらのアイデアを掘り下げて、考えさせられるような議論をするのはワクワクします。同じように、ジョン。あなたの考えを聞き、あなたが考えているトピックについて私自身の洞察を共有したいと思っています。ご理解いただきありがとうございます。思慮深い会話をするあなたの意欲は、私たちの議論をさらに豊かにします。
嬉しいよ、ジョン。有意義な会話は、個人的、知的成長のきっかけになると思います。確かに、アンナ。私たちの議論はいつも啓発的で、次の会話も同様に洞察に満ちたものになることは間違いありません。これらの議論を始めてくれてありがとう、ジョン。私たちの会話への思慮深いアプローチに感謝します。どういたしまして、アンナ。あなたとこのような会話に参加できて光栄です。次のセッションのスケジュールを立てるために、すぐに連絡します。ジョン、あなたのメッセージを楽しみにしています。これからも会話を通して新しいアイデアを探求し、視野を広げていきましょう。絶対に、アンナ。それまでは、気をつけて、次の魅力的な会話を楽しみにしましょう。同じように、ジョン。気をつけて。次の議論を心待ちにしているよ。レッスン20、進捗状況を把握し、話し合うための計画。アンナさん、こんにちは。最後に追いついてからしばらく経ちました。もうすぐ別の会議を予定して、進捗状況について話し合いましょう。こんにちは、ジョン。私も同感です。つながりを保ち、それぞれの旅の最新情報を共有することが重要です。お互いにとって都合のいい時間を計画しましょう。私たちの会話は常に洞察に満ちていて、進捗状況について話し合うことで貴重な視点が得られると思います。ジョン、あなたの視点に感謝します。これまでの成果、課題、そして学んだ教訓を振り返ることは有益です。進捗状況を共有することは、洞察を得るのに役立つだけでなく、前進し続けるモチベーションにもなります。これ以上同意できないわ、ジョン。私たちが達成したマイルストーンや目指している目標について聞くのは刺激的です。来週会議を目指そう。そうすれば、考えをまとめ、有意義な議論の準備をするのに十分な時間が与えられるはずです。いいですね、ジョン。予定表に印をつけて空いてるか確認するよ。追いついて経験を交換できたら最高だよ。素晴らしい。いくつかの予定日時を記載した会議招待状をお送りします。詳細を確定し、会議を確認することができます。ありがとう、ジョン。キャッチアップセッションのスケジュールを積極的に取っていただきありがとうございます。楽しみにしてるよ。同様に、アンナ。皆さんとの会話を大切にしています。皆さんが成し遂げた進歩について聞くのが楽しみです。それは豊かな議論になるでしょう。優しい言葉をありがとう、ジョン。私も同様に、あなたの業績を聞き、私自身の最新情報を共有したいと思っています。一緒に過ごす時間を最大限に活用して、このキャッチアップセッションを生産的で洞察に満ちたものにしましょう。同意しました、ジョン。それぞれの道を歩み続ける中で、私たちの議論が貴重な洞察とインスピレーションを与えてくれると確信しています。ありがとう、アナ。会議の詳細についてはすぐに連絡します。それまでは気をつけて素晴らしい仕事を続けてください。ありがとう、ジョン。あなたのメッセージを待っています。こちらも気をつけて、近々会って進捗状況について話し合いましょう。そうするよ、アンナ。気をつけて、次のキャッチアップセッションを楽しみにしましょう。レッスン21、チキンヌードルクラムチャウダースープ。うわぁ、このチキンヌードルのクラムチャウダースープは本当に美味しいです。楽しんでくれて嬉しいよ。ジョン。ポジティブなフィードバックを聞くのはいつだって嬉しいよ。味は濃厚で心地よいです。肌寒い日にぴったりの食事です。
これ以上同意できないわ、ジョン。温かみのあるスープの温かさが心地よく、鶏肉とアサリの組み合わせが楽しいひねりを加えています。絶対に、アンナ。材料が完璧に混ざり合い、満足のいく風味豊かな料理が出来上がります。楽しんでくれて嬉しいよ。ジョン、人々が笑顔になるような食事を用意するのはいつも楽しいことです。まあ、あなたは間違いなく成功しました、アンナ。このスープは私を笑顔にしてくれた。ありがとう、ジョン。あなたの感謝は私にとって大きな意味があります。キッチンで探検や実験を続けるモチベーションになります。アンナ、あなたの創作料理に感謝しています。あなたが用意する料理はどれも嬉しい驚きです。優しい言葉に感謝するよ。ジョン、私の料理への愛情を皆さんと共有できて光栄です。アンナ、受信側にいられて光栄です。キッチンでのあなたの才能は本当に印象的です。ありがとう、ジョン。このような瞬間こそが、料理をよりやりがいのあるものにします。さて、あなたの美味しい創作を味わうことができて感謝しています。それは楽しい経験です。ジョンさん、あなたが料理好きでいてくれて嬉しいです。これからも一緒に美味しい料理を探求し、味わいましょう。絶対に、アンナ。これからのフードアドベンチャーを楽しみにしています。レッスン22、シーサイドビューの部屋の予約。予約を確認しています。海辺の景色が見える部屋を予約しています。素晴らしい。ジョン、海の美しい景色が見える部屋が欲しいと思っていました。アンナ、あなたの要求に応えることができて嬉しいです。風光明媚な景色が見える部屋があるのはいつだっていいものだ。絶対に、ジョン。海を見ながら目を覚ますのは一日の始まりに素晴らしい方法でしょう。アンナ、これ以上同意できない。穏やかな波の音と爽やかな海風が穏やかな雰囲気を醸し出します。完璧な闘争のようだ。ジョン、リラックスして元気を取り戻すのを楽しみにしています。興奮してくれて嬉しいよ、アンナ。この休暇はリラックスして充電する機会を与えてくれるでしょジョン、予約をしていただきありがとうございます。細部にまで気を配っていただきありがとうございます。どういたしまして、アンナ。すべてがご満足いただけるように手配できることを嬉しく思います。ジョン、あなたの努力に感謝しています。これにより、計画プロセスがずっとスムーズになり、楽しくなります。私は可能な限り最高の体験を提供することを目指しています、アナ。お客様の満足が私の最優先事項です。ジョン、カスタマーサービスへのあなたの献身は称賛に値します。私たちの旅行計画を手伝っていただけて光栄です。アンナ、優しい言葉をありがとう。私はあなたの経験をできるだけ楽しいものにするためにここにいます。素敵な旅を。レッスン23、医者に診てもらったことはありますか？おはよう、アンナ。今日の調子はどう？おはよう、ジョン。ちょっと大変な夜だった。喉が痛くて熱くなり始めた。残念だよ、アンナ。自分を大ごとにすることは大切だよ。医者に診てもらったことはありますか？まだだ。ジョン、一晩で改善することを期待していたが、持続しているようだ。医療専門家のアンナに相談するのが最善かもしれません。彼らはガイダンスを提供し、あなたの健康を確保することができます。
その通りだジョン、なるべく早くアポを取るよ。健康上の懸念は早めに対処した方が良い。それは賢明な決断だ、アンナ。あなたの健康は常に最優先されるべきだ。何か手伝えることがあれば教えてください。ありがとう、ジョン。あなたの心配は私にとって大きな意味があります。ご支援に感謝します。私はあなたのためにここにいるよ、アンナ。俺たちはチームだ。早く気分が良くなるようにしたいんだ。ジョン、あなたの理解に感謝します。私の面倒を見てくれる人がいると心強い。嬉しいよ。アンナ、体調を整えて、何か必要なことがあれば遠慮なく連絡してください。そうするよ、ジョン。ご親切とご支援に感謝します。進捗状況については随時お知らせします。お願いします、アナ。早く良くなるといいんだけど。必要な休息をとって、必要なケアを受けてください。レッスン24、アダムの自動車修理工場。こんにちは。これはアダムの自動車修理店ですか？はい、そうです。今日はどんなお手伝いができるの？私の車にいくつか問題があり、見てもらえないかと思っていました。もちろん、喜んでお手伝いさせていただきます。あなたの車にはどんな問題があるようですか？エンジンから変な音が聞こえてきて、車が少し動きが鈍い感じがする。なるほど。これらの問題に迅速に対処することが重要です。車を持ち込むのに都合の良い時期はいつですか？明日の午後は空いてるよ。それでうまくいきますか？明日の午後はうまくいきます。アポを取っておきます。お名前は何ですか？私の名前はジョンです。アンナさん、ご協力ありがとうございます。どういたしまして、ジョン。私たちは質の高いサービスを提供するためにここにいます。必ず問題を診断し、お客様の車を道路に戻します。アンナ、あなたのプロ意識に感謝します。明日車を持ってくるのを楽しみにしています。準備はできているよ。ジョン・アダムズ・オートリペアショップをお選びいただきありがとうございます。また明日会いましょう。レッスン25、警察に電話したことがありますか？すみません、手伝ってもいいですか？はい、お願いします。たった今強盗にあったんだ。手伝ってくれる？それを聞いて本当に残念だ。落ち着いて、何ができるか見てみよう。警察を呼んだことがありますか？まだです。ちょっと圧倒されてるよ。彼らと連絡を取るのを手伝ってもらえませんか？もちろん、アンナ。すぐに警察を呼ぶよ。自分の位置はわかる？私はメインストリートの各近くのエルムストリートにいます。ありがとう、アナ。警察に事件のことを伝え、あなたの位置を伝えます。ジョン、あなたの助けに本当に感謝しています。今、かなり動揺してる。わかるよ、あんな悲惨な状況ですが、最善を尽くして支援します。他に何かできることはある？クレジットカードをキャンセルして銀行に通知する必要があると思います。手続きを案内してもらえますか？絶対に、アンナ。クレジットカードをキャンセルして、銀行に連絡して事件を報告するお手伝いをします。ジョン、あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。あなたの助けがなかったらどうしていいかわからない。私はあなたのためにここにいるよ、アンナ。一緒に乗り切ろう。深呼吸をして、強さを保つことを忘れないでください。
ジョン、慰めの言葉をありがとう。この辛い時にそばにいてくれて感謝しています。どういたしまして、アンナ。お客様の安全を確保し、必要なサポートを提供するために必要な措置を講じます。